ZGMFX19A インフィニットジャスティスの系譜。インフィニットジャスティスの誕生。コズミックイラ70地球連合軍がプラントの農業用コロニーユニウス7に核ミサイルを放ったことで引き起こされた悲劇死のバレンタイン。この悲劇を受けたザフト軍はその対抗手段として核ミサイルをはじめとする核分裂兵器、核分裂エンジンなどを無力化し、副作用として電波やレーダーを阻害するという効果を持つニュートロンジャマーを地球圏に放出。ザフトはこれに伴いニュートロンジャマーの開発と同時にそれらを無効化するニュートロンジャマーキャンセラーの開発にも着手しており、戦争の早期終結を図るためザフト軍部は独断でニュートロンジャマーキャンセラーと核エンジンを搭載した試作型モビルスーツドレッドノートガンダムを開発するに至る。さらに後に開発されるフリーダムとジャスティスの武装システムの試験機として下級引用試験型ゲーツカイが開発され、ルプスビームライフルやクシフィアスレールガン、ラケルタビームサーベル、ジャスティス専用の複合兵装ユニットであるファトム WO の原型タイプリフターなどの武装が試験的に運用され、新たな火器管制システムなども実戦化に向けた試験が実施された。前述のザフト軍初のガンダムタイプであり核エンジン搭載型のフリーダムやジャスティスのプロトタイプでもあるドレッドノートガンダムと下級引用試験型ゲーツカイの試験データに加えて地球連合軍の GATX シリーズの技術を取り入れて完成したのがフリーダムとジャスティスであり、さらにはその兄弟機となる ZGMFX13A プロビデンスガンダムはドレッドノートガンダムに搭載されたドラグーンシステムやその他の武装の数々を搭乗者であるラウル・クルーゼに調整発展させたことで完成に至っている。その中でもアスランザラの搭乗機であったジャスティスは第二次ヤキンドゥエ攻防戦において巨大ガンマレーザー砲ジェネシスを破壊するためジェネシス中枢で自爆。フリーダムとジャスティスの活躍により連合プラント間で停戦協定が締結されるものの平穏は長くは続かず、コズミックイラ73第二次連合プラント大戦が勃発するとジャスティスをベースにザフトが設計し、その設計データを奪取したクライン派によって開発完成を果たしたモビルスーツインフィニットジャスティスが再びアスランに託されることになる。ジャスティスの系譜の始まりとなるゲーツドレッドノートガンダム下級引用試験型ゲーツ界の解説は同チャンネルのフリーダムの系譜をご覧ください。 ZGMFX09A ジャスティスガンダム。この機体は第一次連合プラント大戦において地球連合軍から鹵獲した GATX シリーズの機体性能データをもとにプラント最高評議会議長パトリック・ザラの命によってザフトに勝利をもたらす存在として開発された当時の最新鋭モビルスーツがジャスティスガンダムである。ジャスティス最大の特徴はニュートロンジャマーキャンセラーの実装とそれに伴う核エンジンの搭載であり、これによってフェイズシフト走行やビーム兵器などにおけるエネルギー切れといった問題を解決し、理論上ではあるが半永久的な活動時間に加え大幅な出力向上と安定性を獲得している。機体名であるジャスティスはパトリック・ザラによって命名されたものであり、ナチュラルに正義の鉄槌を下すという強い意志が込められ名付けられている。さらに装備換装型強襲用モビルスーツという別名が与えられており、その名の通り後述するジャスティスの装備モビルスーツ支援空中機動飛翔体ファトゥム WO との連携攻撃によって当時のモビルスーツ軍の中でも圧倒的な戦闘力を有する存在として君臨。地球連合軍も独自のモビルスーツを設計開発に成功したためザフトの優位性が徐々に揺らいでしまうという戦況の中、それらを一気に覆すために建造されコズミックイラ714月1日にロールアウトされたのがジャスティスであった。しかしパトリック・ザラの思惑とは外れ、完成間もなくして特務隊に任命されたアスラン・ザラが受領するもジャクスの説得とカガリ・マルキオ同士の言葉によってザフトを離脱。戦争の早期終結を図るために開発された最新鋭機であるジャスティスとアスランは目指すべき平和、本当に戦うべき相手は何であるのかを探すため第三勢力として戦う道を選ぶことになる。ジャスティスの機体構造。ザフト統合開発局アジモフ、クラーク、ハインラインによって開発が進められたジャスティスは各部ユニットに当時の最新技術がふんだんに採用されており、胴体部内装にはニュートロンジャマーキャンセラー搭載型核エンジンが内蔵。核分裂方式の小型原子炉で発生したエネルギーを直接電気エネルギーに変換する発電方式
MHD 発電によって電力を発生させている。この発電能力は非常に大きな優位性を生むことになり、バッテリーの限界という GATX シリーズの問題点を解決し、フェイズシフト走行を常時展開できるという結果をもたらした。さらにコックピットは当時では最新の全周囲モニターを搭載し、シートを囲うように最新鋭のコンソールユニットが配置されている。またシート正面のメインコンソールにはマルチロックオンシステムで使用する立体パネルが組み込まれており、複雑なシステムと並走の数々を制御するには高いパイロットセンスとコーディネーターの中でもさらに優れた上位の能力が必要となる仕様に仕上がっている。これらのマルチロックオンシステムやコックピット構造はジャスティスとフリーダムに採用された独自の火器管制システムであり、多種多様な並走の数々を統合的に制御し、複数の鉄器を同時に捕捉可能となる。このマルチロックオンシステムを支えている機構が頭部に搭載された高性能センサーであり、核エンジンモビルスーツ用アームドモジュールミーティアを運用した際にはマルチロックオンシステムによる圧倒的な複数同時攻撃によって第2次ヤキンドゥエ攻防戦における数的不利という戦況を覆すほどの威力を発揮した。ファトム00ジャスティス最大の特徴ともいえる兵装が背部にマウントされた複合兵装ユニットファトム00である。このファトム00はジャスティスのメインスラッサーとしての機能を有するとともに、無人機としてユニット自体を放出し鉄器にぶつけるといった運用方法も可能であるなど、ジャスティスの攻撃面と機動性能面を支える装備となっている。そんなファトム00の開発系譜はザフトが運用した VTOL 戦闘機インフェストゥスまで遡る。この機体は胴体部や主翼を折りたたむことが可能なコンパクト型の大気圏内用戦闘機で、12mm 機関砲に加え 25mm 機関砲やミサイルを装備し、優れた艦載収納性を有する機体である。主にバルトフェルド隊によって運用され、火力面では地球連合軍のスピアヘッドに劣るとされているが、艦載収納面では優れているため、モビルスーツの支援機という側面が強い機体になっている。このインフェストゥスの機能を局地輸送機に取り入れ改修した機体が、大気圏内におけるモビルスーツの移動用プラットフォーム、モビルスーツ支援空中機動飛翔体グールとなる。サブフライトシステムの機能を持ち、6連装ミサイルランチャーを内蔵するグールは、機体上部に搭載したモビルスーツからの無線コントロールによって制御され、劇中ではザラ隊としてストライクとアークエンジェルを追撃する任務についた GATX シリーズの4機の運用に用いられた。そしてグールをベースに無人攻撃端末としてジャスティス専用に開発された機体がファトム00となる。兄弟機でもあり、機体構造自体が同一となるフリーダムとの最大の違いは、このファトム00を中心とした武装コンセプトで、圧倒的な火力で敵を殲滅するフリーダムに対し、ジャスティスはファトム00との連携攻撃による機動戦を主軸にした戦闘方法を得意としている。さらに分離させることで、前述のモビルスーツ支援空中機動飛翔体グールのようなサブフライトユニットの役目も果たし、ジャスティスが上部に乗ることによって立体的な高機動戦闘を実現。ファトム00を機体に対して水平に展開したフライヤー形態はハイマットモードとも言われ、機動力を最大限に発揮できる形態となっている。ストライクガンダムのエールストライカーの機能も参考にされた装備とも言われるファトム00は、搭載された武装も多種多様な3種の火砲を内蔵しており、炸裂弾や鉄鋼弾を放射可能な機関砲 GAU5 フォルクリスを4機に加え、360度旋回攻撃可能な M9M9 ケルフス旋回砲塔機関を2機、連射型高出力ビームキャノン MA4B フォルティスビーム砲を2機搭載している。ジャスティスの武装、核エンジン搭載型の本機は電力消費の激しい大出力の武装の数々を運用できる面が特徴であり、戦闘機に匹敵する空戦能力、ビーム兵器と実体弾火器を合わせた装火力、ファトム00を生かした短期での多彩かつ多角的戦闘スタイルを前提に開発されている。標準装備として MAM01 ラケルタビームサーベル、MAN20 ルプスビームライフル、ラミネートアンチビームシールドを装備。ルプスビームライフルは核エンジンから直接エネルギー供給を行う高出力ビームライフル仕様であり、ラケルタビームサーベルは2機のサーベルデバイスを連結するアンビデクストラスハルバードと呼ばれる形態への使用も可能となる。ジャスティス独自の装備に関しては、前述のファトム00に加え、両肩部にマウントされた RQM51 バッセルビームブーメランを装備。
この装備はソードストライクの戦闘データからその有用性が評価されたことで実装に至った投擲兵装であり、ビーム刃を形成しビームに対する干渉反応を利用することで軌道のコントロールを可能にしている。さらに頭部には MMIGAU1 サジットゥス 20mm 近接防御機関砲を装備。これはフリーダムのピクースよりも小型化されているが連射性能に優れており、牽制から対空防御、近接戦闘時には物理的な攻撃として威力を発揮することができる。 ZGMFX19A インフィニットジャスティスガンダム。前述の通りジャスティスをベースにラクスクラインを筆頭とするクライン派によって ZGMFX2OA ストライクフリーダムと同時期に開発された最新鋭モビルスーツがインフィニットジャスティスガンダムである。全対戦でフリーダムとともに大きな戦果を残したジャスティスの後継機としてその機体性能をはるかに凌駕する戦闘能力を持って完成したインフィニットジャスティスは第二次連合プラント大戦末期に投入されたデスティニーガンダムやレジェンドガンダムなどのハイエンドモビルスーツに並ぶ性能を獲得している。開発はクライン派の秘匿交渉ファクトリーで進められ、オーブ進行作戦オペレーションフューリーが開始される中、アークエンジェルへと配備。再びザフトを離脱したアスランザラの蒸気として実戦投入されることになる。インフィニットジャスティスの機体構造。ジャスティスの強化発展型とも言われる本機の基本設計はザフトの統合開発局で行われていたと言われている。そのためインフィニットジャスティスにはセカンドステージシリーズのデータに加えて全対戦でジャスティスに登場したアスランの戦闘データも反映されており、その設計開発データをクライン派が組織する秘密武装組織ターミナルが奪取に成功。その後秘匿交渉ファクトリーで開発が進められたインフィニットジャスティスは開発段階でキラヤマトの提言によりアスランの登場を前提とした最終調整が行われ、近接格闘戦特化型の機体として完成を果たすことになる。頭部はベース機であるジャスティスの大型複合センサーマストを継承し、機体部の V 字型アンテナは小型化されている。さらに核エンジンとデュートリオンエンジンを組み合わせた新型の動力機関ハイパーデュートリオンエンジンを搭載したことでジャスティスの数倍に匹敵する大出力を獲得。コックピットは同時期に開発されたストライクフリーダムと同じ規格のものを採用し、マルチロックオンシステムを導入した新型のマルチコンソールを搭載している。走行においては強度と柔軟性を確保するため内部フレームにフェイズシフト走行、外部走行にはバリアブルフェイズシフト走行を採用した二重方式になっており、内部フレームは作動時の負荷を放出する際に銀色に発光するところも特徴の一つでもある。また後述する武装 MRQ-15A グリフォンビームブレイドを搭載した脚部には膝部側面とふくらはぎ部にスラスターを備え、近接格闘戦時ではスラスターを利用した加速によって圧倒的優位性を得られる仕様になっている。ファトゥム01。インフィニットジャスティス最大の特徴はジャスティスからの流れを組む背部に搭載された武装リフターファトゥム01である。この装備はジャスティスに搭載されていたファトゥム00を全面的に改良したもので、分離合体機構を有する自律 AI 制御と遠隔操作によって短期での運用も可能となる点は共通している。最大の違いは複数の射撃専用装備を内蔵していたファトゥム00に対してファトゥム01は近接格闘戦装備に特化させた設計になっており、ユニットそのものを格闘兵器として突撃させるなど兵器構成自体が大きく異なる特性を持っている。さらに実体弾火器を排除することでビーム兵器の比重を高め火力の向上にも成功。インフィニットジャスティスとドッキングした状態では一部の兵装が使用できなくなることから分離した単独運用がファトゥム01の力を最大限発揮することが可能となる。 MA6J ハイパーフォルティスビーム砲。ファトゥム01に内蔵された唯一の射撃専用装備。インフィニットジャスティスの手法として機能するジャスティスのフォルティスビーム砲を改良した装備であり、セイバーガンダムに採用されたスーパーフォルティスビーム砲の前身にあたる装備であるため、この2つの武装の中間に位置するビーム兵装となる。 MAM02S ブレフィスラケルタビームサーベル。前述のハイパーフォルティスビーム砲を後方に寄りたたむことでビーム刃の発進口が展開し使用可能となる近接格闘専用装備。シュペールラケルタビームサーベルをショートタイプに改良した武装となる。
MRQ-17X グリフォン2ビームブレイド。主翼前面に内蔵されたビーム刃展開式の近接格闘専用装備。ガイアガンダムが装備していたものと同種の武装で、モビルスーツだけでなくモビルアーマーや戦艦すらもたやすく両断できる出力と破壊力を誇る対装甲ナイフ。ファトゥム01の機首部に内蔵された大型実体験型兵装。分離時に機首部が展開される仕様になっており、下部には固定兵装として搭載された改良型のシュペールラケルタを搭載。突撃時にその威力が最大限発揮されるインフィニットジャスティスの武装。前述の通り近接格闘戦に特化したコンセプトで開発されたインフィニットジャスティスは、ファトゥム01のような複合兵装化された装備だけでなく、本機自体にも戦闘能力を向上させる改良と増設が各部ユニットに施されている。ルプスビームライフルをインフィニットジャスティス用の兵装として大幅な改良が施された MAM1911 高エネルギービームライフルに加え、ラケルタビームサーベルの発展型である MAM02G シュペールラケルタビームサーベルを装備しており、2機のデバイスを連結し使用するアンビデクストラスハルバード形態の運用も健在となっている。脚部には前述の MRQ-15A グリフォンビームブレイドを搭載。両脚部前面にビーム刃を展開するこの装備は、格闘戦を得意とするアスラン専用に用意された特殊格闘兵装であり、攻撃だけでなく敵の攻撃を蹴りで受け流すことも可能となる。接近戦においてその威力が遺憾なく発揮され、脚部に搭載されたスラスターの加速を利用した蹴りはデスティニーガンダムの脚部を粉砕する威力を誇った。また左腕部にはビームシールド発生機に加えて複数の武装を内蔵した複合防準システム MX2002 ビームキャリーシールドを装備。ビーム刃を展開する投擲兵装 RQMW5 シャイニングエッジビームブーメランと優先式のロケットアンカー EEQ08 グラップルスティンガーを内蔵したこの防御兵装は、ビームシールド展開時の防御範囲の広さに加えて、高出力ビーム砲や陽電子砲すらも無効化してしまう防御力を誇った。核動力搭載型モビルスーツ専用アームドモジュールミーティア、ジャスティス、フリーダムの莫大な出力を遺憾なく発揮させるため、専用の追加武装プラットフォームの開発が進められ完成したのがこのミーティアである。ミーティアの名称は Mobile Suit Embedded Tactical Enforcer の略称であり、直訳するとモビルスーツ埋め込み式戦術強襲機という意味を持つ。その名の通り、核動力搭載型モビルスーツを完成ユニットとして連結することでエネルギー供給を行い、大出力兵装による要塞級の大火力と高い機動性を誇るアームドモジュールとして機能することになる。全長は優に90メートルを超え 99.46 メートルにまで及び、その姿は機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場するガンダム試作3号機デンドロビウムのアームドベースオーキスを彷彿とさせる姿をしている。ミーティアは核動力搭載型モビルスーツ専用母艦である FFMHY101 エターナルでの運用がなされており、通常時はエターナルの砲塔としての機能を有しているとともに、アームドモジュールとして運用される際にはエターナルのガントリガーからパージされ、機体中央部に核動力搭載型モビルスーツをドッキングする仕様になっている。ミーティアの機体構造は外部からの動力を得ることで各システムが機能する仕組みになっており、機体後部に設置されている2機の大水力エンジンによってモンスター級の加速性能を発揮し、武装に関しても120センチ高エネルギー収束火箭砲及び MAX200 ビームソード 93.7 センチ高エネルギー収束火箭砲60センチエリナケウス対艦ミサイル発射管を側部、アーム部、スタビライザー部にそれぞれマウントしているなど、短期で敵部隊を殲滅できる火力を有している。その性能と威力はコズミックイラ71第2次ヤキンドゥエ攻防戦、コズミックイラ73ステーション1及びメサイアにおける攻防戦で遺憾なく発揮されることになった。なおジャスティスで運用されたのはミーティア2号機、インフィニットジャスティスで運用されたのはミーティア8号機であるが、ミーティア自体の基本性能や武装は同じ仕様になっている。ザフト軍によって開発されたジャスティスは核エンジンを搭載した次世代型のモビルスーツとして圧倒的なパフォーマンスと性能を発揮し、第2次ヤキンドゥエ攻防戦までを戦い抜く活躍を見せた。その活躍には
ザフト軍のエースパイロットアスラン・ザラの天才的なパイロットセンスによるところが大きく、アスランでなければこの機体を使いこなすことはできなかったと言われている。ジャスティスはザフト軍が開発した巨大ガンマ線レーザー砲ジェネシスの内部に侵入。ジェネシスを破壊するため中枢でジャスティスを核爆発させたことによって機体自体は完全に失われることになる。コズミックイラ73には大破したジャスティスをベースに次世代の新技術も取り入れつつ、アスラン専用に最終調整が施され、ジャスティスの数倍に匹敵する戦闘能力を持つインフィニット・ジャスティスが誕生。同時期に開発された新アスカの乗る近接格闘戦主体の最強モビルスーツデスティニーガンダムとの交戦時にはクロスレンジの攻防で圧倒し、戦闘不能に追い込むほどの力を発揮した。以上、インフィニット・ジャスティスの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。